追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第3話、初めての進化。川辺の剣、白の扉を後にユーマは重い足取りで丘を下った。異世界の風は冷たく、銀貨10枚の小袋がやけに軽かった。行くあてもない知らない世界、知らない文化。頼れるのはこの見ず知らずのアイテム進化の力だけだ。大野霊障、坂本のあざけり。本当に俺は不要なのか。唇を噛み拳を握る。悔しさが胸を焼くが立ち止まるわけにはいかない。丘を降りると緩やかに広がる平原が見えてきた。遠くには森が広がり、小さな川が流れている。水でも飲むか、もし魚でも取れれば食料になるかもしれない。喉の渇きと空腹を紛らわすため川へ向かった。透き通った水が緩やかに流れる川辺でしゃがみ、両手で水をすくう。冷たい感触がほてった頭を落ち着かせた。ふと水底で鈍い光が揺れた。苔に覆われ錆びついた古びた剣、葉はかけ絵はひび割れていた。形状からして騎士が使っていたものだろう。ユーマは川に手を伸ばし剣を拾い上げた。これ使えるのか。ずっしりとした重みがある。だが剣の状態はひどく、まともに戦えそうな代物ではない。でも俺の能力ってアイテムを進化させるんだよな。試しに剣を握りじっと見つめる。すると突然ユーマの脳内に情報が流れ込んできた。進化可能なアイテムを確認。心臓が跳ねる。剣の材質や傷がまるで頭に流れ込むように分かった。そして進化の条件が浮かび上がった。媒介水、媒介。半信半疑で剣を川の水に渡す。何が起きるんだ。一瞬胸が締め付けられる。うわっ。剣が青白く輝いた。水面が波立ち、剣の錆が溶けるように消える。葉に水の波紋が刻まれ、絵が銀色に輝く。まるで剣が石を持ったかのように軽くなった。手に残ったのは水流の剣が誕生した。特性これ。ユーマは驚きながら剣を握り直した。重量はほぼ変わらないが握ると力が脈打つ。剣に宿る何かを感じた。すげえ、これが俺の能力。ユーマは試しに剣を振ってみる。するとあの軌道に沿って水が流れるような残像が生まれ、キラキラと光を反射した。追放の屈辱が初めての希望に変わる。戦闘向きではないと言われたが、剣が武器が進化によって性能を上げるのなら戦える可能性はある。もしかしてこの能力使い方次第ではかなり強くなれるんじゃないか。高揚感が胸を満たす。その時ガサガサ、近くの茂みが揺れた。ユーマは驚きはっと身構える。次の瞬間、青い半透明のスライムが赤い目を光らせ現れた。3体るるりと動く姿に背筋が冷える。敵か。スライムが滑るように向かってくる。心臓がドクンとなった。来そう、やってやる。ユーマが一歩踏み出すと、それに反応したようにスライムが飛びかかってきた。ユーマは剣を振った。シュッ。葉がスライムの体を切り裂く。その瞬間、葉から発せられた水流がスライムを包み込み、一瞬だがわずかに氷結させた。スライムは凍りついたまま砕け散る。この懸垂だけじゃなく氷の力も持ってるのか。痛い目も跳ね襲いかかってくる。粘液が飛び散る。ユーマはもう一度剣を振るった。今度は葉の動きに沿って水の波が生まれ、スライムを押し流すように攻撃する。ズバッ。弾けるように消滅。地面に青い粘液がべっとりと残った。最後は剣を横に投ぐ。シュワッ。水流が渦を巻き、スライ
さな赤い結晶が光っていた。拾い上げるとひんやりとした感触。これが魔核。これを使えば別のアイテムを進化できるのか。進化の条件には媒介が必要ってことなのか。ユーマはふと自分がまだ知らない能力の可能性に気づく。もし強い魔物の魔核を手に入れたらもっと強い武器を作れるんじゃないか。大野坂本たちも俺の能力を戦闘向きじゃないと判断した。だが戦う手段がないわけではない。面白くなってきたじゃんか。ユーマは剣を腰にかけると魔核をポケットにしまった。やるべくことが見えてきた。この能力の進化を確かめるためにもっといろいろ試してみる必要がある。そして自分が戦えることを証明するために次の町へ向かう決意を胸にユーマは歩き出した。この世界で自分の居場所を見つけるために。続く次回。第4話、新たな旅の始まり。